ごい可愛いお花を買いました。小さめのお花だけど、部屋にあるのとないの全然違いますね。じゃあ今日は10月にやりたいことリストを作っていきます。その前に9月の振り返りからいきましょう。じゃあ9月にやりたいことはこんな感じでした。できたのはチェックつけていきます。ディズニーに行くはできなかった。結局行けなくて、っていうか9月はあまり外出も他の月に比べたらできてなかったかな。お家で過ごすことも多かったです。で Vlog3 本アップ、これは丸をつけます。 Vlog っていうか、ユニクロの購入品とかもメインチャンネルで上げることができたので、これは結構大きな進歩ですね。紙箔で思い切り買い物をする、これは20丸をつけます。めっちゃ買い物できた。月見バーガーを食べる、これも2回食べることができたので20丸。お団子を作ってお月見会をする、これも丸です。9月の何日だったかな、満月の日があって、ちょうどその日にお月見会をすることができました。白玉粉でお団子を作ってみたらし風にして、外でお月様を見ながら食べてました。あとは芸術の秋、読書の秋、食欲の秋って書いてるけど、どちらかというと読書の秋になったかな。お風呂上がりに髪を乾かすじゃないですか。私のこの髪の長さと量だと乾かし終えるまで20分ぐらいかかることが分かったんですよ。毎日20分も髪を乾かしてるの、なんか時間もったいないなって思って、でその時間を読書の時間にすることにしたんですよ。いつもなら iPhone でネットサーフィンとかインスタとか YouTube とか Netflix とか見ながら髪を乾かしてたんだけど、最近から読書をしながら髪を乾かすようにしています。だからガチャ丸をつけました。あとはいろんなおにぎりを作ってみるっていうので、私が結構前の動画でおにぎりメーカーを探しているっていう話をしたのを覚えてる方いますかね。2個とかじゃなくて、結構これぐらいの大きさでおにぎりが一気に5個とか6個作れるメーカーがなかなか近所になくて探しているって言ったら、そのコメントですごいたくさんね、どこどこに売ってますよとかお店の名前教えていただいたんだけど、結局もう早く欲しくてダイソーで2個用のおにぎりメーカーを買いました。でも結果それで正解でした。おにぎりメーカーがこれなんですけど、最初これを見た時に2個しか作れないから、どうせ買うなら一気にいっぱい作れるおにぎりメーカー欲しいなって思って動画で話してたんだけど、私今2人暮らしだからそんな一気にたくさん作る必要なくて、これでもう全然間に合ってますね。この大きさだと収納の場所も取らないから、本当にこれ買ってよかったです。最近買ってよかったものベスト3に入るぐらいめっちゃ使ってます。だからいろんなおにぎりを作ってみるっていうのは、これも20丸でつけよう。あとは隣のページに9月だけじゃなくて秋にしたいことリストを作るとか書いてたんだけど、ここら辺はまだそんなには考えてなかったかな。沖縄帰省の計画を少しずつ立てていく、日程ホテルとか休み取れるかとか持ち物とかだけど、これはね丸をつけよう。はい、じゃあここから10月のリスト作りに入っていきます。この紙を貼っていこうかな。今年の初めの方に行った紙箔で紙をラッピングして交換するっていうイベントがあるんですけど、その時に入っていた紙です。かわいい。でここに何かメモとか書けるようにしていきます。夜に外に出て深呼吸したら秋の香りがしてすごく気持ちがねワクワクしてくる。ひんやりした空気っていいですよね。このロール付箋を使います。この前ステーキ屋さんに行ったんですよ。近所のステーキ屋さんなんですけど、そこで食べてて、ふとした時に今私たちが住んでる地域を離れる時が来るねっていう話をしてて、私と彼は結構ねいつか沖縄に行きたいねっていう話をしてるんですよ。で沖縄に行くってことはもういつかこの家ともおさらばしないといけないってことだから、なんか急に私寂しくなっちゃって、そのステーキ屋さんでステーキ食べながら
私がね、なんかもうすごい感情がブワーってなって、でも今までの思い出とかが全部走馬灯のように頭の周りで浮かんできて、泣きそうになっちゃって、涙は流してないけどうるっときちゃいました。年を重ねるってことは環境もその分変わっていくじゃないですか。新しい出会いもあればお別れする時も来るし、なんだか切なくなっちゃいました。まだ10月やりたいことリスト入ってないけど、一つ今先にねやりたいこと思い出して、美味しいパンを食べるってことだったんですよ。パンを食べるっていうよりは、行きたかったパン屋さんに行くっていうやりたいことが今決まったので、パン系のシールを貼っていこうかな。この前紙箔で買ったこのシール使います。あとは女の子とパンのマスキングテープもあるので、これも貼っていこうかな。かわいい。人のお別れはもちろん寂しいんだけど、こういう思い出のある場所とか、ずっと住んでたお家とか、思い出があるものでもお別れは寂しくなっちゃいますね。さっき沖縄にいつか住みたいっては言ってはいるけど、いつになるかわかんないし、来年になるのか再来年になるのか、もしくは10年後とかになるのかわかんないけど、その時の気持ちで決めようと思ってます。めっちゃ可愛い。皆さんは地元に帰りたいなとか、生まれ育った故郷に帰りたいとかっていう気持ちはありますか？私はそうですね、割とあるかもしれない。いつかは帰りたいなっていう気持ちは実はずっとあって、ここ最近とかじゃなくて結構前からあったんだけど、でもまだ今じゃないかなってずっと思ってはいて、いつかは帰りたいなぐらいだったかな。でもやっぱ沖縄は沖縄で海が綺麗とか自然いっぱいとかいいところもすっごいあるんだけど、便利さはちょっとなくなっちゃうかなって思ってて、すぐ思い出せることだと Amazon が翌日に届かないとかは私からしたら不便になっちゃうかもしれないです。この前妹が言ってたのが、買った商品が全然届かないって言ってて、結局2ヶ月後とかに届いたんだったっけな。急ぎじゃなかったから待ってたみたいだけど、それを聞いたらね、今まで当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなくなるのは受け入れないといけないですよね。もし沖縄に住むってなったら、ダイソーで買ったアルファベットのシールを使います。ピンセット、シール用のピンセットを使ってる方とか見て、私はそんなに使わないかなって思ったんだけど、あったらあったですごく便利ですね。貼りたいところに貼りやすい。中経過こんな感じです。で、これからここにトゥードゥリストを書いていきます。文字を書く前にチェックボックスみたいなのを作りたくて、これをハサミで切って貼ってみることにしました。多分合うはず。今年もあと3ヶ月で終わりか。この空のシールを9等分くらいに指を切らないように。あ、かわいい。それこそピンセットである。やりたいことリストのコツは、そんな難しいことは書かないっていうのがコツです。案外すぐできそうだなって思うこととか、今までちょっとめんどくさくてできなかったこととかを書くと、達成した時に喜びも味わえるので、そういうのを書くのがおすすめです。私だったら洗面台の掃除とか書こうかな。美味しいパン屋さんに行くとかも、美味しい幸せも手に入るし、やりたいことが叶ったっていう喜びも二重で味わえるからいいですよね。この使い方めっちゃいい。ダイソーで買った空のシールを9等分にして、ここに散りばめるのめっちゃ可愛いです。そしたらまず上から描いていきます。今日はこのボールペンで描こうかな。ゼブラのブレンっていうボールペン。まずさっき言った美味しいパン屋さんに行く、洗面台の整理、オクトバーフェストに行く。じゃじゃーん、完成しました。まずこっちから読み上げると、美味しいパン屋さんに行く、洗面台の鏡裏の整理、オクトバーフェストでビールと食を楽しむ、彼の誕生日を祝う、紅葉を見に行く、ピクニック、美術館に行く、秋のフルーツを食べる、
かわいい手帳、2025年の手帳を探すって書きました。であとこっちは占いのサイトにあった一部を抜粋して記入しました。ではこの調子で10月も楽しみながらやることはきちんとこなしていきたいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。